H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。皆さん、こんにちは。少し前にグループで観音山に行きました。その時、グループが現場に集まり、超自然的な話を共有しました。この話は語られていますが、その日、特別なことが起こり、この経験は最も恐ろしいものになりました。以下、物語のあらすじです。その日、私たちは観音山のある場所に集まり、ボスが超自然的な話をするのを聞きました。ある人がボスに話をするのが怖いのかと尋ねたところ、ボスは怖くないと答えたので、全員が楽しみに話を聞くようになりました。しかし、この話を聞いた後、誰もがいつもと違う雰囲気を感じ始めました。ビデオでは、誰かが懸念を表明し始め、周囲の雰囲気が緊張したように感じられます。ある人は異常に熱く感じますが、別の人は緊張して携帯電話で何かを待っています。最終的には一人だけが表示され、一般人が回答しているのに一人しか表示されないという恥ずかしい状況が生じるのではないかと心配する人もいます。みんなしばらく待っていましたが、もう人は来ませんでした。誰かが、あと3分待って、誰も来なかったら先に進むことにしました。この時、雰囲気はさらに緊迫し、人々は何かが動いているような奇妙な現象を感じ始めました。ストーリーテリングセッションに戻って、全員が引き続き自分の経験を共有しました。そのうちの一人は何か不気味なことを説明しますが、他の人は周囲の異常に気づき始めます。ある人は何かが動いていることに気づき、また別の人は奇妙な突風を感じました。物語のクライマックスは、物体が突然動いたという指摘や、風の影響ではないという指摘だった。緊迫した空気が全員の心に広がり、映画は混乱と不穏な結末を残した。この観音山への旅行は皆の議論の焦点となり、多くの説明できない経験を残しました。こんにちは、みんな。目的地に到着し、パビリオンがあります。今回はもともと友達を観音山に誘って階段を話そうと思っていたのですが、誰も来ようとはしませんでした。そこで友達に病院というアプリを使えば出会いだけでなく、新しい友達もたくさんできると勧められて出会いました。アプリを使ってグループを作るのは初めてだったので、誰も参加しないのではないかと少し不安でした。誰も来なかったら一人でお墓に行って階段をするつもりです。最終的に誰かを捕まえることに成功したら、このアプリをぜひみんなにおすすめします。続いて、今日のお話が行われる会場をご紹介します。ここは後ほどお話しする場所ですが、とても暗くて東屋しかありません。パビリオンに入ると夜の聖サビを感じ、少し緊張しました。この場所は階段を語るのに最適なようで、今夜の雰囲気が楽しみになります。私は写真撮影機材のセットアップを開始し、今夜すべてを記録する準備を整えました。暗闇の中でパビリオンは神秘的で静かに見えます。後でみんながここに座って身の毛がよだつような話を共有していることを想像せずにはいられません。もしかしたら、このパビリオンでは信じられないような出来事に遭遇して忘れられない夜になるかもしれません。ボス、ちょっと待ってください。ストーリーを話すのが怖いですか？怖くないなら、どうして怖がることができるでしょうか？どうぞ、何も恐れることはありません。でも今はとても暑い、本当に暑い、怖いものなんて何もないよ、わかる？キャンドルと生姜湯の準備も整い、到着を待ちます。来るのか来ないのか？とても緊張していて、いつも携帯を見て心配しています。じゃあ、3分くらい待って、誰も来なかったら先に進みましょうね。彼らに、わかった、さようならと伝えてください。みんな来たのに一人だけ来なかった、一人だけ来なかった。5人を捕まえて一人に揺さぶられたが、バスか終電に乗ったからだろうか。でもみんな来て拍手してくれました。初めてグループを立ち上げたのですが、無事に成功し、本当に嬉しくて、とても感動しました。正直に言うと、それは本当に無駄ではなく、意図して準備するだけです。せっかく力を入れたので、まだ人が来ていなかったら本当に残念な気持ちになるんですけど、今はみんなが集まってくれて、本当に嬉しいです。さあ、始めましょう。この東屋でとても恐ろしい怪談を話します。
キャンドルのほのかな明かりとジンジャーティーの香りがとても雰囲気のある風景です。皆さんが今夜の話を楽しんでくれることを願っています。そして私が話す話が十分に怖いものであることを願っています。始めましょう。全員が到着し、予定通りに到着しました。やった。それでは、今から彼らに挨拶に行きます。こんにちは、私は、あなたの名前、です。あなたならわかるはずです。こんにちは、ははは。さて、それでは、上に行って、超常現象の話をしましょう。しかし、本題に入る前に、地元の超自然的な話を地元で伝えることは彼らに失礼であるため、できないことを多くの人が知っていることをお伝えしたいと思います。しかし、今回の私たちの目標は、私たちは車でレースをしないように努めていることを人々に伝えることであり、より安全に遊ぶことができ、山でレースをする必要はありません。観音山では本当に多くの人が急いで逃げているからです。後ほど、観音山レースに関する超自然的な話をする予定ですので、そちらでフォローしてください。山に登る前に、この生姜茶について触れておきたいと思います。キャンドルと生姜湯の準備も整い、到着を待ちます。皆さん緊張しないで、楽しい夜を過ごしましょう。さっき不安になった人もいると思いますが、実は私たちはそれを楽しみに来ているんですよね。私たちは一緒に歩き、観音山レースに関する一連の超自然的な物語を待ちながら、暗いパビリオンに入る準備を続けました。今夜は謎と興奮に満ちた夜となることでしょう。皆様のご参加と共有をお待ちしております。皆様にとって忘れられない夜をお過ごしいただければ幸いです。昨日の早朝に作った生姜湯なので、今はまだ熱いです。後で飲むときは温度に注意してください。さあ、ありがとう。蓋もとても丁寧なので怖くないですよね。いいえ、もう恐れることはありません。怖がらないで、怖がらなくても大丈夫です。だって、怖いなら、ここに平和の、があるから、ははははは。もしよかったら教えてください。私も持っています。本当にこれをあなたにあげたいのですが、英蓮寺にお願いに行きました。一人に一つずつ持っていて大丈夫ですよ。よい。お帰りなさい。皆さんこんにちは。あなたの名前、です。今日私が皆さんと共有したいのは、観音山の超自然的な物語であり、そのうちの2つがあります。スーパーナチュラルバスについて聞いたことがありますか？観音山には幽霊バスが出ると言われています。バスが運転中や自転車に乗っていると、突然反対方向から突っ込んできてぶつかりますが、目の前に来たると消えます。通常、人には2つの状況があります。非常に緊張しているか、滑っているかのどちらかです。次は第2話、観音山の夜の散歩者の伝説です。夜になると、背中に重い数珠を背負った僧侶のような姿をした背の高い夜行者が山の中を歩くと言われています。夜に彼に会ったら悪い予報士をもたらす可能性があるため、すぐに逃げて彼の目を直視しないでくださいという人もいます。かつて夜に彼の足音は聞こえたが、姿は見えなかったと主張する人もいた。物語が終わった後、誰もが不気味さを感じずにはいられませんでした。この不思議な夜、ジンジャーティーは徐々に冷めていきましたが、その物語の恐怖は今でも皆の心に響き続けています。皆さんも観音山で刺激的で非日常的な夜を過ごしていただければ幸いです。山から落ちても何もなくても、これは幽霊バスの物語です。まず言いたいことは幽霊バスに関連したもので、その後は一人称で語っていきます。その日のことは今でも覚えていますが、それは2007年の夏、7月でした。友人と約束をし、山のふもとのコンビニに4人で集合し、登山の準備をしました。その後、友人のシャオチェンが先に到着し、バイクが壊れたというので乗せてもらいました。実際のところ、自転車に乗っている人なら誰でも知っていると思いますが、私はあまり速く走れないので、人に乗るのはあまり好きではありません。しかし、方法はありません。彼は壊れています。他に2人の友人が来て、私たちはレースを始めました。レースを始めた頃は、人を乗せてあまり速く走ることができませんでした。
友人たちはすでにポジションについていて、カーブを乗り越えるためにプレスをかけていましたが、私はプレスすることができませんでした。私のスキルはそれほど優れているとは思っていませんし、後ろの友達を気遣わなければならないので、友達が先に去り、私は乗り続けました。しばらく走って、ふとバックミラーを見ると、突然ヘッドライトが点灯し、トラックか何かかと思いましたが、とにかくヘッドライトが明るかったです。彼はトラックです。止めなければいけないと思ったので、車を止めました。その結果、車は私を追い越して目の前から消えてしまいました。少し違和感を感じましたが、あまり気にしていませんでしたが、やはり山では不思議なことがよく起こります。歩き続けていると、前方の道路にバイクが横たわっているのが見えました。緊張してすぐに速度を落とし、車を降りると、それは友人シャオチェンのバイクでした。慌てて電話しましたが、応答がありませんでした。後で分かったところによると、シャオチェンさんは山中の道路の一部で突然トラックが自分に向かって突進してくるのに気づき、トラックを避けて転倒したという。本人は無事だったが、バイクは避けられないダメージを受けた。この経験は私たち全員を少し怖がらせましたが、観音山の幽霊バスの伝説を信じるようになりました。私は急いで横に寄った。私が横に移動しようとしたとき、シャオチェンが私を撫でて言いました。何をしているのですか？私はどうしたのですか？と言いました。彼は言いました。あなたなぜそこに移動するのですか？あなたの後ろにトラックかバスはいますか？と言うと彼は、いいえあなたの後ろに車は全くありません。と言いました。振り返ってみると、本当に何もないことがわかりました。何が起こっているの？その時は本当に鳥肌が立ったのでそのまま先へ進み友達に会ってそのことを話しました。私の友人の一人、ヒロが言いました。おならをしているのが聞こえました。そんなことがあるのですか？その後私たちはそこのパビリオンに行きました。そしてパビリオンの反対側にバイクがありました。ヒロはそこで笑ってました。お願いします。これは誰ですか？あそこではあなたの運転技術が非常に悪いので、このように転倒する可能性があります。私たちはあそこで話をしていましたが彼が話を終えた後、突然私たちの4台すべての携帯電話が鳴りました。論理的に言えば、あなたの電話が鳴れば、誰かがあなたに電話をかけてきますよね。いいえ、写真はありません。ただ空白の写真があります。突然、本さんが通信の問題ですか？と言いました。突然、携帯電話に文字化けしたコードが同時に表示され、私たちは皆少し混乱しました。突然、東屋の隣のバイクが発信し、その発信音は私たちを嘲笑っているようでした。その時私たちは少し不気味でパニックになりました。突然、携帯電話のスピーカーから声が聞こえてきました。ここにいるんじゃない。出て行け。低く冷たい声でした。その時私たちは皆怖くなり、余韻を残しながら4人で急いで山を下りました。恐怖。東屋を振り返るとバイクも止まり、静けさが戻っていた。この経験により、私たちは観音山の神秘と奇妙さを深く認識するとともに、幽霊バスの伝説をより深く信じるようになりました。山の夜はいつも奇妙で説明のつかない出来事でいっぱいです。あそこにガジュマルの木があって、突然そこが揺れたんですが、風もなかったので何が揺れているのかわかりませんでした。猿ですか？私たちはあまりにも奇妙だと思ったので、戻って解散することにしました。次の日、友達がまた私に、今日もランニングに行きませんか？と尋ねましたが私は、いやいや昨日のランニングは毛深すぎたから行きたくないと言いました。その時は3時頃で、3時半頃、友人のシャオリンから電話がありました。彼は言いました。本が事故に遭ったのです。私は本が事故に遭ったの？なぜ本が事故に遭ったの？彼は言いました。彼は自転車に乗っていて側面を打ちました。その後、彼の前ブレーキが完全に壊れました。救急車が来た時、彼はその場で立ち去ったと言いました。こんなことあったの？もしかして昨日ヒロと一緒にいたの？あそこで言ったことは関係あるの？その後シャオリンは私の頭皮全体が痺れるようなことを言いました。ところで知っていましたか？
そのバイクはシャオチエンのものです。私はどうしてそんなことがあり得るのですか？私は昨日シャオチエンを運転したばっかりです。彼は言いました。はあ。このニュースは私に心の底から衝撃を与えました。昨日は私がシャオチェンを運転していましたが、今日はアホンがバイクに乗っている時に事故を起こしました。これを聞くと、昨日観音山で経験したこと、揺れるガジュマルの木、そして説明のつかない奇妙な現象を思い出します。おそらくこれは、軽率な行動をしないように、山の神を敬うようにという山からの警告なのかもしれません。この経験により、私は観音山の神秘性と凄さを深く認識するとともに、ガジュマルの木の揺れについてさらに疑問を抱くようになりました。もしかしたら、あの日、私たちは本当に非日常の領域に足を踏み入れたのかもしれない。昨日は乗客が一人もいなかった。なぜ一人でそんなにゆっくり走るのかと不思議に思っていました。シャオリンの話を聞いた後、すぐにシャオチエンの家族に電話したところ、その日シャオチエンは自転車に乗って出かけていたが、交通事故で突然亡くなったことが分かりました。亡くなった時は、私たちがレースに行く予定を立てていた時だった。だから、あの日シャオチエンが私に話してくれなかったら、私は彼をこのように一人にしていたのではないか？ということで、幽霊バスに遭遇したのは私でした。でもヒロはその日その言葉を言ったので、翌日ヒロに何があったのでしょうか？これが最初の話です。教えてください。どうですか？どのように言って？後ろの男の子が私が少し右に傾くのを手伝ってくれました。ありがとう。はい、それなら心配しなくても、実際こういう会場には友達が聞きに来てくれるし、それが普通なので大丈夫です。次に、超自然的な物語について話しましょう。私は車を改造するのが大好きな人間で、自分のバイクをよりかっこよくするためにエキゾーストパイプやエンジンを改造します。ある日、私は観音山に関する超自然的な伝説を聞きました。それは、山にはよく点滅する幽霊バイクがあり、常に深夜に現れるというものでした。気になったので、晴れた夜に山に登って、この謎のバイクの幽霊を探してみることにしました。私はエキゾーストパイプの低音の轟音を聞くのが大好きで、その低音の轟音が興奮するので大好きです。でも実際には、とてもうるさいと思っている人も多いし、私自身は大したことないと思っています。他人の邪魔にはなっていません。結局のところ、これは私の車です。ある日、山を走りに行こうと思い、観音山からサイクリングを始めることにしました。走行中、奇妙なことが起こりました。ベルトが切れた経験はありますか？バイクに乗っている時に突然ベルトが切れてしまいました。その時、ベルトが切れたような気がして、しばらく乗ると動かなくなったので、階段の横に車を寄せて停車しました。階段に座りながら、おかしい、どうしてこんなことが起こるんだろうと思い電話をかけようとしたのですが電波がありませんでした。その後、奥にあるガジュマルの木に気づき、何か動物がいるのかと思いましたが、振り返ってみると何も見えず、木も動いていませんでした。もう一度試してみようと思い、バイクを始動させたところ、すぐに乗る準備が整いました。それで、私は観音山のビジターセンターに向かって馬に乗って登りました。先ほど来た時、たくさんのお墓を見たことがあるはずですが、実際、観音山のような場所には、至るところにたくさんのお墓が見られます。走り続けていると、まるで異様なエネルギーが周囲にあるような不気味な雰囲気を感じ始めました。おそらくこの日、観音山の超自然的な伝説が本当に始まるのでしょう。前にも後ろにもお墓がずらっと並んでいて、その数には驚かされます。ビジターセンターまで車で向かうと、また同じような状況に遭遇し、バイク発進後にベルトが切れてしまったようで、全く走行不能になってしまいました。どうしてこんなことが起こるんだろう？私の最初の反応は山で立ち往生するわけにはいかない、そうでなければ荷車を押して山を降りなければならないということでした。それで、急いで再起動してみましたが、残念ながらうまくいきました。すぐに山を降りて家に帰りました。家に帰るともう午前2時を回っていて、リビング全体が深惨でした。荷物を置いてシャワーを浴びようとしたその途中で、
ドアをノックする音が聞こえました。ノックの音が家の木のドアから聞こえた。その時は家族が帰ってくるだろうと思ってあまり気にしていませんでした。シャワーを浴び続けます。しかし、またドアをノックする音が聞こえてきて、ドアをノックする音がやや頻繁だったので、少し違和感を感じ始めました。誰かいませんかと言いましたが返事はありませんでした。少し緊張しながら急いで駆けつけました。この時、再びドアのノックが鳴ったが、今度はより緊急性が増した。何回ノックすればいいんだろうと思ったのでもしかしたら兄が戻ってきたかもしれないと思い急いでシャワーを浴びました。ドアを開けると、部屋全体が空っぽで、何の異常もありませんでした。これを聞いて私はぞっとし、観音山で遭遇した一連の奇妙な出来事が、この超自然的なドアのノックと関係があるのではないかと思い始めました。おそらく、この冒険で私は観音山の神秘的な側面を深く感じることができました。私はバスタオルを巻いて彼を叱りに外に出て、黒人で誰もいなかった、と何度か言いました。しかし、その音は非常に明白でした。ノックの音、私はちょうどそれを聞きました。それは、この音でした。あまりの寒さに全身が襲われ、怖くなってすぐにシャワーを浴び、お風呂に入って寝ました。私は眠りが浅く、横になるとすぐに眠りにつくことができます。それで、今起こったことは実際には私には影響しませんでしたが、少し怖かったので、それから寝ました。眠っている時、山ではなく、薄暗い街路で夢を見ました。私はオートバイに乗りますが、それでも戦車に乗ります。走行中、隣の人が私を見つめていることに気づき、何見てるのと言いながら走り続けましたがやはり隣の人は私を見つめていました。その後、私は階段に乗りました。それは奇妙にも朝の状況と似ていました。私が階段に座っていると、遠くから女性がやってきて、私にこう言いました。その乗り方はとても馴染みがありまるで観音山を走っているかのようです。私は少し驚いてあなたもそこにいるのですかと尋ねると彼女はうなずきそこにはたくさんの物語や超自然的な出来事があります。何か奇妙な出来事に遭遇したことはありますかと続けました。私はうなずき、観音山での体験を彼女に話しました。彼女は深くため息をつきました。ここは神秘的で古い場所で、幽霊と神とのコミュニケーションは常に理解するのが難しいです。気をつけなければなりません。観音山での奇妙な体験は偶然ではないかもしれません。夢の中での会話がそうさせた。人々には理解するのが難しいですが、私は観音山の神秘についてさらなる好奇心と疑問でいっぱいです。もしかしたら、本当に言葉では言い表せないような超常現象が存在しているのかもしれない。私は、どうしたのと言いました。あなたのバイクはとてもうるさかった、と皆が言いました。あれバイクうるさい突然目の前が真っ暗になり視界全体が真っ黒に覆われました。目が覚めた時、私はそこに座ってショックを受け、わあ、今の夢だったのと叫びました。その夢はあまりにもリアルだったので、本当に目が覚めているのかと冷や汗をかかずにはいられませんでした。ピリオド、夢の中での体験がとてもリアルに感じられ、額の冷や汗を拭いました。二度寝する勇気もなく、パソコンの電源を入れたら、もう朝になっていました。昨日の経験で確かに問題があったので、すぐに馴染みの修理工場にバイクを修理に出すことにしました。途中、突然お寺が目に入り、祈ってみようと思いました。もしかしたら、この奇妙な夢は変わるかもしれません。私が寺院に入ると、あるマスターが私に近づいてきて、誰かに迷惑をかけていますかと言いました。私は少し混乱しながら答えました。私は誰にも邪魔していません。それからマスターは尋ねました。それではなぜ人々はあなたのことを言うのですかうるさいと起きたばかりの時の光景を思い出して混乱した。起き上がった瞬間、心の奥底から来たのか、夢の中での会話なのかはわかりませんが、何か漠然とした音が聞こえたような気がしました。おそらく、夢の中で私は自分の魂と何らかのコミュニケーションを取ったのでしょう。それを見つけた時、ニュースの見出しが目に入りました。
観音山で30歳の少年が飲酒運転の疑いで少女を運転中に悲劇的に死亡。私はショックを受け、すぐにダイナミックなレビューをクリックしたところ、これがまさに私の夢の場面であることが分かりました。ニュースでは交通事故が起きた場所が紹介されていましたが、私が座っていた段差は夢で見たものと全く同じでした。夢と現実が交錯するような言いようのない予感を感じた。私はその不思議な夢を含め、その経験全体を追体験し始めました。おそらくその少女の声は、私の想像しい行動を思い出させる、ある種の予報士だったのでしょう。心の中の不安を解消するために、私はすぐに自動車ディーラーに駆け込み、上司にバイクのエキゾーストパイプを工場出荷時の状態に戻してもらうように頼みました。私は再び観音山ビジターセンターに戻り、夢の中で迷惑をかけてしまったかもしれない少女に心からの謝罪を表明した。私は彼女に、ごめんなさい、数日前はお騒がせしました。元の工場に戻しました。本当にごめんなさい。と誠意を伝えたくてこの言葉を繰り返しました。家に帰ってから私は考え込んでしまいました。観音山での様々な奇妙な体験は本当に超自然的な警告なのでしょうか？おそらく、夢の中の女の子は、ある種の超自然的な力の代表であり、夢を通して無視できないメッセージを私に伝えています。この経験により、私は観音山のあらゆるものをより慎重に扱うようになり、結局のところ、神秘と超自然的な存在は常に人々に畏怖の念を抱かせるのです。このすべてをその位置で見た時のイメージは全く同じです。これは私の友人の超自然的な話です。したがって私は皆さんに車でレースをしたり、エキゾーストパイプを交換したりしないことを強くアドバイスしたいと思います。私たちは自分自身を発散するためのより安全で快適な方法を見つけることができますし、日常の不快感に対処するためのより興味深い方法もあります。あるいは冒険しすぎずにゆっくりとしたペースで走ることもできます。これが今日私が共有したい超常現象の物語です。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。ここぞという時にみんなが逃げてしまうのではないかと心配していましたが、約束をしてから少し気を紛らわせてしまいました。本当に墓場まで階段を語らなければいけないのか、今でも疑問に思う。しかし、皆さんはここにいます。つまり、参加することは非常に有益です。この活動を通じて、観音山の神秘性と予測不可能性を深く理解することができました。ここでは、私たちは超自然的な話を聞いただけでなく、信じられないような出来事もいくつか経験しました。皆さんもこれを警告として受け止め、これらの神秘的な場所に対処する際には注意してほしいと思います。観音山でも他の場所でも自分の命を大切にし、不必要な危険を避けなければなりません。ご参加に改めて感謝申し上げますとともに、無事にお帰りいただけることを願っております。ありがとう。したがって、プリンに5つ星をつけて、皆さんにダウンロードすることをお勧めします。ダウンロードの場所はコメントセクションにあります。しましょう。共有するストーリーはありますか？それを持っている？まさに感動したんです。これをやりましょう。何かシェアしたい話はありますか？それを持っている？まさに感動したんです。これをやりましょう。何かシェアしたい話はありますか？それを持っている？さっき動いてましたが、風が吹いていたのでしょうか？いや、風に吹かれたんじゃないよ。はははは、実はこれだけでは足りないと思ったら、彼は、こうした超自然的なことを信じていないクリスチャンの友人と一緒に香港に行きました。彼らが普通に遊んでいる時、アクティビティは正常に完了しました。当初、彼は俳優が参加するように手配する必要があるかもしれないと感じていました。そうしないと、この種のアプリを使用して人々を捕まえることが成功する可能性は低いでしょう。しかし、思いがけず、このアプリを使って人々を捕まえることに本当に成功しました。インロックの効果に驚いた彼は、いつかマスクを外してインロックを使って人々を映画に誘う日が来るのではないだろうか？
最初は慣れないこともあって少しぎこちなかったですが、最後にはみんなとても楽しい時間を過ごすことができました。気まずい人から楽しい人まで、みんなもたくさんの新しい友達を作りました。この同志感が本当に素晴らしい。最後に、彼は参加した友人全員に感謝の意を表し、一緒に頑張ろう。と言いました。この言葉は、プーリンの社会的魅力と団結力を完全に反映しています。